この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。21歳、M さんからの質問です。長文の質問というか、お悩み相談になってしまうかもしれませんが、どうか回答いただけると幸いです。斉藤先生はじめまして、M と申します。今回質問したいことは、他の方の作品のトレースや部分トレースをして自分の作品を制作してしまうことをやめたいのに、うまくやめることができないということです。自分は絵を描き始めたのが専門学校に入ってからであり、周りの友人たちと比べるとずっと遅いスタートでした。しかし自分がとても大好きな絵師さんのような絵を描きたいと思い、斉藤先生の動画や学校の先生に聞くなどいろいろな努力をしました。上達はしていたと思います。しかしそれ以上に自分の絵の下手さばかりが目立ってしまい、2年目の最後を機に魔が差して自分の作品に他人の作品の部分トレースをするようになってしまいました。自分自身では悪いことだって分かっているし、下手したら法に関わるかもしれないことなので、今まで Twitter などで作品はほとんど上げていません。唯一上げていても自作の作品です。むしろそんなことをして作った作品などバレるし、即炎上すると今まで見てきたので、トレースして作品を作っている限りは一生ネットに上げるつもりはありませんが、それ以上に自分自身がトレースして作品を作ることをやめたいのです。しかし一度トレースするとあまりにも見栄えがするイラストができてしまうので、ついつい自分の理想とする部分が描かれているイラストを探しては写してを繰り返して、継ぎはぎ人形のような作品を生み出し続けています。自分が憧れている絵師の方々は、そうして自分が反則技を使いまくって生み出した継ぎはぎだらけのゴミ絵なんかよりも何倍も美しくて素晴らしい絵を生み出し続けているし、今の自分の絵は専門学校に入った時の憧れていた自分とは到底かけ離れています。どうかこんな反則技を使って絵に似た何かを生み出している、一人ではトレスをやめることすらできない愚かな自分をどうか正しい道に連れ戻してくれはしませんか、とのことです。はい。とてもね、悲痛な叫びのように聞こえましたが、そうですね。おそらく M さんは自分自身で取るべき行動、理想的な答え自体は頭では分かっているんだけど、そっちの方向にどうしてもいけない自分がいる。だから悩んでいる。という風に聞こえました。でね、僕もその気持ちよくわかります。頭では分かっているけど、どうしてもそれができない。っていうことってとても多いですよね。ではなぜ M さんがそうすべきと分かっているのにできないのか。それはですね、おそらく一言で言うと、自分自身に価値がないと思い込んでいるからだと思うんですよ。自分のこと、ひいては自分自身が作り上げた作品に対して価値がないと思ってしまうから、そんな自分が作り出したゴミをそのままお出しするよりも、素晴らしい、キラキラ輝いた誰かの創作物の一部を自分の絵にくっつけて、なんとか自分の絵に価値を持たせようともがいている。僕の目から見て M さんの苦しみはそういうものに映ります。ですがいいですか？はっきり言いますよ。M さん、あなたの絵には価値があります。あなたは思い切って自分の絵を描いても大丈夫。自信を持ってください。僕はですね、M さんの相談を聞いてこう思いました。ああ、この方は理想的な創作活動の道をすでに歩いているのに、大きな3つの勘違いをしてしまって、それが原因で自分自身の成長を感じ取れなくなってしまっているんだな、というふうに。まあね、実際に M さんの作品を見たわけじゃないので、すごく正確な話はできないと思うんですが、おそらく今回の質問は M さんだけではなく、かなり多くの人に当てはまる部分があると思います。なのでこの3つの勘違いを解く解決策を今日は M さんにご提案したいと思います。ぜひ参考にしていただければ嬉しいです。ではもうもったいぶらずに結論言っちゃいますね。M さんがしている3つの勘違い。それは、トレスは悪だという勘違い。スタートが遅いと不利だという勘違い。他人の評価が一番大事だという勘違いです。順番にお伝えしていきますね。トレースは悪だという勘違い。まず最初に取り去った方がいいなという勘違いは、トレースは悪であるという勘違いです。トレースってですね、別に悪いことじゃありません。上手い人の絵をトレースして学んでみることや、部分的にトレースして自分の絵の練習に活かすこと。これはね、別に悪いことじゃありません。じゃあ何がトレースの問題になりやすいかっていうと、トレースした作品を自作発言して、公の場で発表すること。これが問題になりやす
すいと思うんですね。でもね、M さんはコメントの中でもおっしゃってますが、そういった作品は公の場には出してはいけないというように分かっていて、公開は実際していませんよね。そして結果的に練習の範囲内に留めています。ここだけでもね、M さんは素晴らしいと思います。だって僕なんてね、小学生の時に感動した漫画、ドラゴンボールなんですけどね、鳥山明先生の絵をそっくりそのまま模写、トレースして、ねえねえ、これ良くない？俺が描いたんだよってね、自作発言して友達に見せて回ったものです。まあね、どこからどう見ても鳥山先生の絵なので一瞬でバレますけどね。そのぐらい褒められるために必死だったんです。でも M さんはそこはしっかりと踏み越えないでいる。それだけでもすごいことだなっていうふうに僕としては思いますね。いや、むしろ M さんがやっていることは模範的な創作に対するアプローチであり、作法だとすら思います。現代はことさらにトレースを自作発言することによって炎上することが目立ってしまい、トレース自体が悪いことだという風潮が蔓延していますが、そんなことはないと思うからです。ってね、ちょっと驚く人もいるかもしれませんが、いやいや、さっきから言っているようにトレース自体が悪くはないんですよ。むしろ練習法としては正しいアプローチですし、もうちょっとね、話を広げると、トレースっていうのは誰かの作品に対してトレーシングペーパーを透かすように、その絵の上からなぞって描くような行為のことを言いますが、実際に透かして描くのではなくてね、いわゆるメトレスという風に呼ぶ人もいるように、作品を見て作品の一部をコピーするように自分の作品に転用する行為がありますよね。もちろんね、程度の差はあるにしても、僕はこれに関してはクリエイターはむしろやった方がいいというか、やったことがないクリエイターはいないんじゃないかとすら思うんですね。いや、だって多くの人にとってそうだと思うんですが、なぜ絵を描こうと思うのかっていうと、ある日ものすごく感動する作品を見て、うわー、自分もこんな絵が描けるようになりたい、そんな風に思って、そしてその作品をそのままスケッチするところから始まるんじゃないかと思うからです。まあね、僕のようにドラゴンボールの絵をそのまま丸々トレースして自作発言すること、まあね、あんまり褒められたことじゃないと思うんですが、ただね、自作発言の手前まで、つまりトレースするところまでで言ったら、それってすごく自然な創作活動の初期段階だと思うんですね。だってね、創作ってもともと感動を形にする行為ですよね。その感動がどこから来るかといったら、ほとんどの場合には他人の創作物からもらってくることが多いですよね。だからね、その行為自体を禁止してしまったら、じゃあこの気持ちどこに持ってけばいいのってね、行き場がなくなってしまって、少し不自然な感じになっちゃいますよね。だからといって、何でもかんでも悪だと批判を向けてしまうのは、ちょっと酷なんじゃないかと思うんです。実際、今トレースを全く必要としなくなった上手い人ですら、元をたどれば、トレースに近いことをしながら上手くなった経歴があると思うからです。またこれはトレースではなくて、パクるパクらないの話になりますが、パクリだと言われない対策として、何人かのクリエイターのいいところをちょっとずつパクってきて、それを合体させればパクリだとはバレない。だから俺は誰もパクってない。これは俺のオリジナルだと主張する人も結構いると思うんですが、確かにバレないと思いますし、その手法自体もいいと思います。そしてその結果できたものをオリジナルだと主張することもいいと思うんですが、バレないからといって誰のこともパクってないという認識を持つことや、自分はパクリではないから他人のパクリをバッシングしてもいいという認識を持つのはちょっとね、横暴だと僕は思っています。誰もが先人たちクリエイターをパクって現代のクリエーションに活かしている循環の中にいると思います。その循環の中にいないクリエイターって一人もいないと思うんですね。作品をそっくりそのまま転用したり盗用するようなことは避けるべきですが、誰もが先人たちの作品をパクりまくってここに立っているんです。だからね、誰かの影響がその人の作品から感じ取れるからといって、それを全てトレースとかパクリだとして非難することはあまりいいことではないと僕は感じています。M さんがやっていることは今のところ何も問題ない範囲ですし、むしろ成功法だと僕は感じます。まずはそこに自信を持ってほしいです。
スタートが遅いと不利だという勘違い。あとはね、これ結構悩んでいる人多いと思います。私は絵を描き始めたのが遅い。周りの人は上手い人ばかり。やっぱり早く始めた人にかないっこないよ。もうちょっと早く始めるべきだった。はい。遅く始めたがゆえに焦りやコンプレックスを抱えている人は多いと思うんですが、この焦り、全く必要ありません。というのはですね、絵は遅く始めた人の方が成長速度が速いことが多いからです。僕の周りの絵描きさんを見てみると、その中にはね、プロの方も何人もいるんですが、絵が上手い人って意外と20歳超えてから絵を始めた人が多いんですね。逆にね、小さい頃から絵を描き続けてきたにもかかわらず、そんなに上手くない人だってたくさんいます。それはなぜかっていうと、大人になってから描き始めた方が、絵の上達にとって有利な部分があるからです。で、僕はその理由が頭の使い方にあると思います。小さい頃から絵を描いている人はどうしても描き慣れに頼る傾向があります。それはそれでね、重要なことではあるんですが、その描き慣れによる手癖からいつまでも抜け出せずに、上達が遅れてしまうことが少なくありません。絵の上達というのは、そういった手癖よりも、今自分が描いている絵にどんな問題があるのかを認識して、そしてそれをどうやったら改善できるのか、そういう頭の働かせ方が重要になります。M さんはそういう意味で一つの解決法を見出しましたよね。そうです。トレースです。トレースをすれば、とりあえず今の実力以上の絵は描ける。解決策を発見することができました。それがいいことかどうかは一旦置いといて、これもね、M さんが頭を働かせて考え出した絵をよく見せるための解決策の一つですよね。そんなね、頭の働かせ方ができる M さんですから、トレースという一つの手段だけにしがみつかなくても、他の解決策だってきっと思いつくはずだと思うんです。M さんはね、もっとご自分のことを信じてあげてください。あなたにはその力が備わっていますし、その準備も整っていると思います。M さんはね、コメントの中でこう言っています。トレースの作品は SNS には投稿していない。SNS に投稿しているのはオリジナルの作品ばかり。つまりね、どういうことかというと、トレースを利用した自分でもうまいと感じられるサンプルと、そしてトレースを利用していない。これでは自分では納得できないというサンプル。これがね、もうすでに何枚もかけているという用意です。絵を上達させる上で、これほど理想的な環境ってないんですよ。だってね、あとはそれを見て、分析して、改善していくだけなんですから。こっちはトレースした絵、こっちはトレースしてない絵。その二つをじっくり見比べてみてください。もうね、何時間かかってもいいです。なんならね、もう一日中かけて、チラチラね、もう横目で見ているだけでもいいです。そうすると、ある時点で気づくと思うんですよ。なるほど。私の絵はもう全部ダメだと思ってたけど、もしかしたらもうこの一箇所だけ、ここだけ顔の立体感がつかめていないことが私の違和感につながっているのかもしれない。私はとにかくそれが許せないんだ。だからここだけ他人のトレースばかりしてしまうんだ。そんな気づきです。だとしたらね、顔の立体感を集中的に研究してみて、それをうまく描ける能力さえ手に入れば、M さんは M さんの絵を認められるはずじゃないですか。それにね、僕から見て M さんはもう勝ったも同然だと思うんですよ。なぜかっていうと、もうそこに至るまでが一番大変だからです。自分自身で描いたオリジナルの絵と、好きな作家さんの絵を一部だけでもトレースしてもいいから、自分でもいいと思える作品を数点ずつ用意してください。ってね、言われたとして、人類の何%がそのミッションを達成できると思ってますか？僕はね、おそらくこのミッションをこなせる人って、1割もいないんじゃないかと思います。その時点で、M さんはもうすでにすごいことを達成できています。あとはもう一歩踏み込んで、じゃあ自分には何が足りてないんだろう。そこに頭を働かせることです。それにね、今までトレースした絵が何枚もあるとおっしゃっていますが、もしそれが一部だけをトレースしたものだとしたら、じゃあもうそのトレースした部分さえ今からオリジナルに書き換えれば、それはもう M さんのオリジナル作品だと言い切っても全然いいと思うんですね。M さんはね、ご自分の状況を悲観している状態だと思うんですが、僕から見ればもうすでに優位な状況にいると思います。自分の優位性をまずは認識してくださいね。
他人の評価が一番大事だという勘違い。そして今日僕が一番お伝えしたい M さんがしてしまっている一番の勘違いは、他人の評価が一番大事という勘違いだと思います。他人の評価は確かに大事ですが、僕はそれ以上に大事なことがあると思ってます。それが自分への評価、自己評価です。M さんはですね、他人からの評価を気にするあまり、自分への評価をないがしろにしてしまっている感じがするんですね。でもね、それではいけません。確かにね、誰かのために自分の能力を活かすという考え方はとても素敵です。それに、他人のために役に立つことができなければ、自分の価値を感じにくいというのが人間という生き物だとも思いますが、それよりも大事なのが、自分が自分自身のことを好きになってあげること。僕はね、これが何よりも重要だと思っています。最初からね、もう自分大好き。俺って最高。なんてね、心の底から思っている人って少ないと思うんですが、特にクリエイターだったら、できれば徐々にでもこうなれたらいいなっていう理想の自分になっていき、自分のことを好きになってあげる努力は必要だと思うんですよ。だってね、考えてみてください。自分のことを大嫌いな人が、もうこんなもんはクソだって思いながら書き上げた作品、あなただったら見たいですか？ほら、これあげるよ。クソだけど。って言われたそのプレゼント。これ、あなただったら受け取りたいですか？これ。多分ね、欲しくないんじゃないでしょうか。欲しくないですよね。僕もいらないです、これ。それ、理屈はわかるんだけどさ。でも、自分のこと好きになるなんてどうすればいいのさ。ってね、ここで思う人もいるかもしれません。結構ね、難しそうに思えるかもしれないんですが、僕はね、これって結構些細なことでいいと思うんですよ。自分のこと好きだなっていう風に思える瞬間って、意外とですね、他人からの評価ってあんまり関係ないと思うんです。大それたことってむしろ必要ありません。例えばね、何かすごい表彰を受けたり、すごい仕事が舞い込んできたり、そういう時ってものすごくテンションは上がるんですけど、俺のこと好きだななんて思わないと思うんですね。そうじゃなくて自己評価が上がる時って、もっと日常的な場面だったりします。少なくとも僕の場合はそうですね。例えばね、会社の廊下に紙くずがね、ポンって落ちてた時、皆さんだったらどうします？僕だったら迷わず拾ってゴミ箱に捨てます。毎回そうするかっていうとちょっと自信はないですが、できるだけそうします。これはね、別にいい子ちゃんぶっているとか、他人の評価が欲しいからとかそういう意味じゃありません。誰か他人が見ていなくても、その行為を一人だけ見ている人がいるからです。そうです。自分です。自分だけは自分の行為をいついかなる時も見ていますよね。自分の目から逃れられる人はいません。その自分が落ちているゴミを放っておいたその場面を目撃した時に、こいつってこういうやつだよな。みんなの共有部分にゴミが落ちてても平気で素通りするようなやつなんだよな。自分で自分の評価を下げていくんですよ。ちょっとずつ。でも逆に気づいたらすぐにゴミを拾ってゴミ箱に捨てることができたら、それを見ている自分自身はこう思ってくれるはずです。お前、誰も見てないのにゴミ拾えるやつなのかよ。お前やるじゃん。って、その積み重ねがですね、徐々に積み重なっていって自己評価って形成されていくと思うんですね。だからですね、自分の行動を唯一見ている自分を納得させることってすごく重要だと思うんです。なので、自分が自分を好きになるための行為として僕は意識的にそういうことをするようにしています。これは人によって捉え方が違うかもしれません。自分が見ているからという部分を、人によってはね、神様が見ているからとか、死んだ両親が見ているからとか、そんな風な捉え方をしている人もいると思います。その捉え方自体は人それぞれで問題ないですね。大事なのは、誰も見ていないその時の行動が自己評価を上げるチャンスなんだということです。M さんがトレースするのは、おそらく他人の評価を気にしてのことだと思います。うまい絵を描かないと誰も自分の絵を相手にしてくれなくなってしまう。その評価を大事にするあまり、それが恐怖となって M さんにのしかかってきてしまって、いつの間にかトレースするのをやめられなくなってしまった。現時点ではね、M さんはそのトレースした絵を使って自作発言して荒稼ぎしてやろうなんていうわけでもないですから、M さんがその結果できた絵で生き生きできてるんだとしたら、僕はそこまで問題ないんじゃないかと思うんですが、でも M さん自身もその行為で傷ついちゃっているわけですよね。それはなぜかっていうと、他人ではなく、その行為を見ている自分自身のツッコミによって、
お前またトレースやったな。ずるいやつだな。ってね、自分で自分自身の評価を下げてしまっているからだと思うんですよ。確かにトレースすると結果的には上手い絵が描けます。でも M さんはそんな自分になりたいわけじゃないんですよね。だから後ろめたい気持ちがどんどん蓄積してしまって、その重圧に苛まれて恐怖と罪悪感でいっぱいになってしまっているんじゃないかと思うんです。そして理想の自分と実際の自分のギャップが開けば開くほど、きっとね、M さんの苦しみ自体も広がっていってしまうはずだと思います。まずは一旦他人の評価は手放して、こういう人に自分はなりたいという基準を自分の中で整理して、自分自身に対する評価をしっかりと上げていってください。慌てなくていいです。一気にそうなる必要はありません。今回はトレースする部分を少し少なくできた。次はさらに減らせた。そんな風に徐々にでいいですから、M さんの理想の自分に一歩ずつ近づいていってください。自分のことが好きだと思える絵師になること。それが今の M さんにとって一番大事なことなんじゃないかと思います。諦めないで応援しています。きっとできます。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回はね、トレースに対する向き合い方、心の持ち方についてお伝えしてきましたが、じゃあ実際トレースとかパクリとかって法律的にはどういう考え方すればいいのという疑問も当然浮かんでくると思います。そんな時にはこちらの動画、弁護士に聞きました。この絵トレパクですか？がおすすめです。実際に僕が作成したトレパクの実例を使って、弁護士さんにこれは法律的に OK なのか NG なのか実際に検証してみた動画です。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。